どうも、酒ラボチャンネルの岡井です。そうです。幻の日本酒14代の定価とネットでのプレミア価格を比べてみた。14代の、14代といっても結構種類あるんで、それぞれの定価とネットではどんな価格になって転売されているのかというのを調べていきたいと思います。まず定価より高いところでは買わないでくださいっていうことが言いたいのがこの動画の一つの目的なんですけれども、というのも14代の倉本さんは転売と価格の上乗せですね、これを認めておりません。やっぱりうちのお客さんにもいらっしゃいますね。14代って3万とか4万とかするんでしょみたいな、この件に関しては酒蔵さんが直接それをやめてっていう約束のもと下ろしているから、やっちゃいけないことだとは思うんですけれども、でもそうしないと届かないっていうところはあるね。そうですね。ただその転売している人のその温度管理とかの問題っていうのはちょっとある。すごい雑に扱って、転売している人とかもやっぱりいるらしいので、そういった観点からあまりおすすめはしません。そうやって約束をして酒屋さんとの取引しているわけなので、それはあっちゃいけないのかなとはやっぱり思いますね。もちろん値段がバーッとつり上がることによって、日本酒が受けてる恩恵みたいなのもあったりするのかなとは思うんですけれども、基本的には買わないでくださいっていうのが一つですね。ダメって言ってるわけではないです。気持ちはわかるね。もうだってどうやったってやっぱり酒屋さんとの関係がない人は買えないわけじゃん。そうすると高いお金出してでも買おうかなってなるのは全然もう自然なことなの。買う方には別にそんな罪はないのかなっていう、ちょっと重い話をした後に、14代の定価をこれから全部公表していくわけなんですけれども、この酒こんなに安いのにあそこのお店いくらいくらで売ってたよ、ぼったくりじゃんみたいなって思う人もやっぱりいるかもしれないんですけれども、その14代1本を手に入れるためのハードルが結構手に入れる人によって違うので、一概にあそこはいくらだった、ここはいくらだったっていうのはなかなかあんまり難しいんじゃないかなっていう、そこで断罪されるべきではないのかなっていう気は僕は個人的にはしてまして、高い値段にしているところは、そのぐらい別に売りたくないというか、だったら買わないでほしいみたいに思ってるぐらいすごい苦労して手に入れたかもしれないので、飲食店での高値は転売とはまた違うものだと思ってるんで、怒ったりするのはちょっと違うかな。もちろんそのお店に行かないとかっていうのは別に自由ですけれども、値段定価これいくらだよとかいうのはやめた方がいいかなとは思いますね。そうですね。じゃあ行きましょう。じゃあ一発目、本丸から、一番の定番銘柄14代本丸でございます。これはスペックでいうと本醸造ですね。これから言う金額は2019年の8月13日ですね。ここ時点消費税が 10% になる前 8% 時点の税込みの値段でこれから全部言っていきます。本丸の税込み金額が2263円。安い。言えない。こんなに美味しいのに。いやすごいんですよ。この14代の本丸は安いからといって14代の中ではこのレベルが劣るっていうわけでは決してなくて、14代のシリーズの中で一番この本丸が好きだっていう人も結構多い。そうですね。っていう非常に優れたお酒の値段が2263円です。安すぎます。ちなみに年末年始の間に出てくる本丸の生酒革新というものが出てくるんですけれども、そちらは2419円が税込みになっております。ちょっと値段は上がるんですけど、それでも安いですよね。安い。もういくらでも買いたい。買えるものなら買えるものなら買いたいですね。僕らも無限に買えるかって言ったら全然無限に買えなくて、そうですね。ハードルを超えて売ってもらってる。じゃあまずこれの転売価格を35,800円って計算したところ16倍だそうです。ちょっと前までは16,000円ぐらいで、そうなんですか。それでもめちゃくちゃ高いねってなってたんだけど、32,400円、39,960円、31,32円、これちょっと安く感じるのがもうおかしいことだ。そうですね。47,000、42,000、37,000、32,800、33,800を29,160円お買い得品そんな感じです。で、14代が手に入りにくいって言って、で酒屋さんですね、14代の特約店でも何本以上買ったらたまに14代がついてくるとか
か、はい。そういった形になってるのが、特約店でも普通に今なってるんですけれども、文句を言われたりすることもやっぱあるらしいんですよ、酒屋さんっていうのが、はい、でもこう考えてくださいね。それだけ需要があるお酒を普通に冷蔵庫とかに並べていて誰でも買えるような状態にするわけがない。本数も足りてないからやっぱ値段が上がってるっていうことなので、一元さんとかが来て14台だけ買って帰られるっていう風になっちゃうとどう考えても困るので、はい、お世話になっている人とか普段から取引がある人にたまにお譲りするみたいなそうですね、形が本当に自然かなっていう、はい、14台の売り方もそういう信頼商売になっている、売る人も選ばなきゃいけなくなっているっていうのはあるんですよね、なんで酒屋さんも信頼できる人にしかやっぱり売らなくなってきてるっていうのはもう自然の流れなのかなっていう、すいませんちょっと長々となってしまいましたけど、大事なことなので話させていただきました、次いきます。はい、じゃあ次いきます。ブロッカー純米、これは革新ですね。さっきの本丸の革新と一緒で年末年始の間に登場してくるブロッカー純米の革新バージョンですね。はい、定価が3343円税込みですね。で、革新じゃないもの、革新っていうのはこの赤い文字で新と書いてある、これがついてるのが革新っていうことなんですけど、ブロッカー純米も革新バージョンとそうじゃないバージョン、革新バージョンは完全な生酒ですね。革新がついてない方は生詰めになっております。で、生詰めの方は税込みで3080円で、ネットでの価格が25,920円、27,000円、31,000円、28,800円、27,000円。なんか本丸よりも若干平均値は下がるのかなっていう。そうですね、面白いね。多分転売するってぐらいだから、もしかしたら知識もない人とかもいたりして、本丸ってなんかすごそうじゃん、名前が。ああ、そうですねお城でいうと一番大事なお城のことを本丸っていうわけだから。ああ、そうですね。次が空瓶なかったので画像を貼っていきます。14台の銀線ですね。これの定価が、3,890円です。ちょっと上がりましたね。でこちらのネット価格が、26,000円、27,000円、29,800円、27,000円、32,000円のものもあるんですけど、2万円台が多いんですね。高いんですよ。ちょっと感覚狂ってきましたね。なんかね、本丸のせいで狂ってきたね。銀線は14台の中でいう夏酒枠ですね。夏の時期に出てくるお酒になっております。じゃあ次のお酒いきます。次の14台が、純米吟醸の辰の落とし子の生摘みでございます。ホイラブかっこいいですね。ちなみに辰の落とし子っていうのは14代さんが作っている酒米の名前ですね。14代が揚げればその蔵も使うことはできるんでしょうけど、揚げてないんですよね多分。14代の自社開発米辰の落とし子を使った純米吟醸のこちらの定価が税込みで3,577円です。辰の落とし子ファンめっちゃ多くない？多いです。こちらのネットでの価格をお願いします。34,250円。やっぱり上がってきたね。ちょっと上がってますね。39,500円、39,960円。この辺りですね。結構値段上がりましたね。やっぱりこのお米のファンが多いっていうところからですかね。次、こちらですね。酒未来ですね。酒未来。これもラベルがいかついですね。これも14代の自社開発米ですね。で、酒未来は結構使っているお蔵さん多いんですけれども、お酒作ってくださいって言ってるのか、使わせてくださいって言っていいよって言ったのかわかんないんですけれども、14代の酒未来の定価が、3,935円。ちょっとずつ上がってます。ネットでの価格は35,880円。32,000円、36,720円、この辺りですね。大体この辺で落ち着いてるのかもね。なんかもう前にしちゃってきてるでも本丸もなんかこの辺りもそんなに値段変わらないですね。スペックに値段がついてるっていうよりかは14台に値段がついてるから、最低価格が3万円みたいな感じで落ち着いてるのかもね。じゃあ次のお酒が播州山田錦の純米吟醸ですね。こちらが税込みで4,262円です。4,000円台ですね。純銀で4,000円台ですね。来ました。やっぱりいいところに山田錦だからですかね。そうですね。原料代ですかね。ネットでの価格をお願いします。34,776
円、3万4560円、3万2300円。で次がこちらですね、赤岩お町の純米吟醸、こちらの値段が税込みで4322円です。お町は人気だよね。はい、お町ストがいるからね。そうですね。じゃあいきます。はい、4万5999円、はい、3万2400円、ほう3万円、ほう3万5640円。1個目が飛び抜けて高かったですね。そうだね。はい、じゃあ次は空瓶なかったんですけれども、純米吟醸の播州白鶴錦ですね、税込みで4860円、ちょっと高価格になりますね。比較的新しい14代です。そうですね、白鶴錦っていうお米自体が割と新しくて、白鶴錦は中身は山田錦ですね。白鶴っていうメーカーさんの作っているお米なんですけれども、すごくね優秀なお米らしいね。お父さんとお母さんは一緒で、白鶴さんが購買した、じゃあこちらの価格が3万9960円、2万7880円、1万円以上の差が。じゃあ次のお酒ですね、藍山です。純米吟醸の藍山でございます。こちらの定価が5402円。一番高級米と言われるのが藍山なので、藍山を使って作ったお酒っていうのはやっぱどうしても高くなっちゃうんですけれども、14代もやっぱり高くなってますね。こちらがですね、3万4560円、3万6720円、3万4500円、2万9808円、こんなところですね。はい。じゃあ次が、また革新ですね。年末年始あたりに出てくるお酒ですね、純米吟醸の本生の革新でございます。こちらの金額が定価で3826円です。はい、はい、あ、もしかしたらこれは本当にないかもしれないです。現在お取り扱いしていません。じゃあこれはネットはなしということで、次が純米吟醸の船たれの生酒、これも革新ですね。ここに本生原酒って書いてあるんですけど、これと別に折り絡みって書いてあるものもあるんですね。でその折り絡みって書いてある方の空瓶はちょっとなかったので、ここでもう一緒に説明してしまいます。どっちも定価は税込みで4155円。こちらはですね、3万240円。はいはいはい、はい、で折り絡み本生荒走りの革新、これがですね、なんと4万7631円。あんまり数は多くはないみたいです。じゃあ次がいよいよ大吟醸のランクに入っていきます。ドン14代の革新生酒ですね。お米が酒が雪女神、とりあえず一番新しい14代シリーズの中ではマジで黒い話なんで、いよいよ伝説級のお酒に、14代の七タレ20個、この日は全員これが飲めたってことですか。こちらは龍月と倉庫、ドン白雲巨大、お客さんが目の前で値段を調べてくれてたんですけど、その時はね25万ドル。